しょ。さすがだよね。やっぱりこの作品の中では、攻める、S って攻める人ってことじゃないですか。だから攻める人がちょっとこう任せる人っていうか。あ、これ実際に言うとどんな感じになるんですか？さあどうぞ。聞いてみたいですね。ごめんなさい、もうしません。絶対そういうと思ったんだよ。そういうと思ったから下の文章にやってみたんだよ。こっちもダメかな。下のやつ？うん。本当にすいませんでした。奴隷にさせてください。お願いします。うざい。ダメな。うざいな。あ、でもなんかいいね。なんか言わせた感があるよね。よっしゃ、いざに言わしてやったぜって。上目遣いでなんかこうニヤニヤしながら言ってそうな感じするけどね。そうですね。ヘラヘラしながらね。ヘラヘラしながらね。なるほどね。ポケットにはナイフですよ。そして続いて、まさおみ。僕、ナンパとかそういうの苦手だし、できないよ、そんなの。これちなみに誰が書いたんですか？これちなみに僕です。これどんな感じだろうね。まさみがいつもの感じじゃないってことでしょ？そうですね。僕、ナンパとかそういうの苦手だし、できないよ、そんな。もう、木田くんでもないよね、この人。誰でもないよね、もう。ありがとうございます。ゲストの下、浪江、平和島静雄、興味あるわね。なんだ俺。これはですね、なんで言いましたの、そんなことね。僕は浪江さんのことは大好きだからですおい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 、そうなのかい？でもわかるぞ、その気持ち。でしょ、ほら、弟だけしか見えてない感じっていうのがさ、すごい、愛が深いんですよ、やっぱり。そっち？だから僕は誠治になりたいと思いましたね。あの瞬間だけは。あと声。ああ、うん。さなえちゃんね。どっちかっていうと声。どっちかというと顔だけどね、今ね。うぜえな。顔推しだけど。もうでもね、浪江さん大好きなんですよ、僕。確かにね、なんかちょっと冷たい表情をされるのがちょっとたまんないものがあるよね。たまらんですね。はい。興味があるはね、愛していますって言ってほしいですね。なるほどね。彩花に乗り移られてほしいんですよ、浪江さんに。なんかの間違いで。なんかの間違いで浪江さんに乗り移って平和島静雄を愛してるわって言われたらもう、僕はもうそこが最終回です、僕の。勝手にフィニッシュしちゃうの？僕はフィニッシュです。勝手にあっち側に行くなよ、大丈夫か？はい、そっちに。はい。じゃあ、その最終回を永遠に待っていてください。はい。そして、はい。続いて、切り捨てと。今の味方っぽかったね。続いて、セルティ、ヘルメットがなければやられていた。もうこれだから中村はさ、なんで、これ好きだよね、最近ね。やっぱりいいセリフだなと思って。ヘルメットを守らなきゃいけないシチュエーションって何？いや、だから、じゃあ、静雄と戦ったとしましょうよ。もう、やっぱり怪力なわけですよ。それでゴーンってやられた時に、ふらーって起き上がって、ヘルメットがなければやられていた。当たっても平気なんだから、もともとねえんだから。ねえんだから大丈夫。もともとねえんだから平気なんだすごい誰かみたいな感じになってたよ。チーって言いながら。ほら、そうそう当たったな、みたいな感じで。誰かみたいになってるから。やってくれないかなっつって、家で書いた時は面白いと思って帰ったんだよ。いや、僕は面白かったけど、このシチュエーションはありえないから、だって。ありえないかな。まあ無理ですよ。すいませんでした。ね。はい。これなんだろうね、最後。最後、なんでしょう。アンリになら何を言われても。これなんで神谷さんこんなこと書いてそうるんですですよね。神谷さんこれ。いや、だからアンリが好きなんだって、お前か！だってあの声で何か言われたらすごい好きに。おい、中の人になってる。続いてのお題行きましょうかね。次行って。続いてのお題行きましょう。続いてのお題こちら。すごい触ってくるじゃん。デュラララに一言物申す。すごい触ってくるじゃん。スタッフキャストに向けてでも OK。別におっぱいじゃないんだよ、だからね。まだ言うか。まだアンリラブについてね、こう。そうだ、アンリがさ。まだすごい触ってくるじゃん。近いすごい早くじゃん。はい、ちょっとじゃすごいここ触っじゃあまず、あ、一つ見ていきましょう。はい、2つ続けていきましょう。まず最初のアンケートの結果はこちら。監督、寝て。そしてもう一つはこちら。監督、ご自愛ください。なんか似たような。ねえ、監督ね。はい、これ、豊永さんとはい神谷さんがこれはしてらっしゃいますが。まあでもその一つのアニメーション作品において、まあ監督っていう立場じゃないですか。でもまあそうですね音響演出もやってらっしゃいますし、多分もう普通のアニメーション作品に比べると、その大森監督がやっているその仕事量っていうのは、きっと他の作品の比ではないぐらい働かれてると思うんですよね。もうアフレコ現場で大丈夫かなって思う瞬間あるじゃないですか。
思わず僕、レッドブル差し上げちゃいました。監督これ飲んでくださいって言って。で、それを監督が非常に喜んでいたっていうことが、はいすごく嬉しかった。そうですね。もう本当に大丈夫かなと思って。なんか本当に寝てないで来るらしいですからね。まあ多分一回遅刻したからじゃないかな。うたた寝してね。壮大に遅れてきたことがあったからね。あれ以降本当に早く来るようになったもんね。そうですね。 1時間前にスタジオにいるんだぜ、だって。ね。じゃあ続いていきましょうか。はい。では続いてのアンケートの結果はこちらです。あの時は申し訳ありませんでした。あれどれにさせてください。なんかまた同じようなフレーズ聞いたことあるフレーズ。なんか、見たことありますね。うん。中村さん。お前か。ああ、私ですね。これ、これ何ですかね。本当すいません。本当、あの日は、皆さんご迷惑をおかあけ本当すいませんでした。あ中村自宅で爆睡事件。あれ、まんま言っちゃった。あれ超それはもう答えだね。神谷君完全に今答えを言ったかな。ああ、ヒント中村爆睡事件。あれ面白かったね。あれひどかったね。なんか中村君がスタジオにいなくて、あいつ忙しいから抜きなのかなってみんな一瞬思ったんだよね。はい。だけど監督が入ってきて、あれ中村さんいませんねって話になって、はい。ちょっとじゃああれつって電話していますねって言って、僕が電話したら、すいません。すいません。中村君今どこにいんの？ああ、今起きました。すぐ行きます。すぐ行きます。言ってね。そう、その前に散々マネージャーっていうか会社から電話あったんですよ。そうなんですよね。一切起きなかったんです。神谷さんの着信にはね、あっという間に起きました。もうね、神谷博士っていう電話番号からね、朝の10時になるのがおかしいんですよ。確かに。まずそりゃそうだよね。確かに。朝の10時になること自体おかしくて、もう一瞬で気づきましたね。俺はやったと。今これスタジオにいる時間じゃんっつって、いや、監督遅刻したねとか言ってた数週間後ですよ。もういいでしょ、この話。謝ったんだから。自分から始めたんだよ。じゃあ続いていきましょうか。こちらです。面白すぎる。おー。お、こやっぱこれでしょ。れ宮野さんのうん、デュラララに一言はで。すね。僕は初め、1話の演出を見たときに、びっくりしましたね。あ、この演出で、こう見せていくのは、すごい大変なことなのに、モノローグとチャットのシーンとか、それぞれの伏線がいっぱい貼ってあって、で、また、裏ではこんなことが起こってみたいなのを、もう効果的に見せていくから、本当斬新ですよねね。、この方法はなかなかできないなと思って、すごい感動しました。はい。ただ監督寝てほしいですね。そうなんですね。本当に寝てほしい。はい。はい。では続いてのアンケート結果いってみましょう。続いてのアンケート結果はこちら。これはね、誰かな、トシ君って。トシ君って呼ぶ人誰がいるの？誰？トシ君ってまず誰なんだろうね。まず誰なんだ、トシ君って。トシ君って誰？トシ君って誰？はい。あ、トシ君。あおはい。あ、これ私なんですけど。何やってんですか？あの、何やってくれてんの？だってね、キャストに向けても OK って書いてあったので、あ、なるほどね。そうそう。じゃあ、トシ君。うんじゃあ、トシ君ってなんだろう？あ、ボケだ。じゃあ、トシ君ボケてと。やってる？一言も。やりにくいわ。じゃあ、光が丘でボケて。うわー、そうなんだ。そう。花澤さんって意外と S なんだね。攻めるタイプなんだね。そして天才だね。天才派だ。やっぱ違天うわ。才派だ。さあ、どうぞ。さあ、さあ、じゃあ Q 出した方がいい？ Q 出した方がいい？じゃあ、いつもやってるやつ？いや、あもう、じゃあ Q 出すわ。じゃあ、カメラアップにして。うわー、行くよ抜かれてるよ。行くよ行くよ。抜かれてる、抜かれてる。3、2、1、はい、どうぞ。うわー、ひどいボケ潰しだ。ひどいよ。もうここまで来たら言わせてもらう。ヒロシ。おい、ヒロシ。ということで、うわー、ボケた後にボケるんだね。何これ、超やりづらいな。先に光が丘行ってこいよ。ちょっと、ぬるっと始めすぎだよ。
誰だよ、いんの。いねえよ。誰とはとしくん、ごめんね、なんか。いやー、おー、すごい。面白い。やけどしすぎて、なんかただれそうです。いやめちゃめちゃ面白かった。いや、ただれるね、これはね。マイク忘れちゃった。すごいよ。超変な汗かいた。次行こう。次行きましょうかね。次行ってあげて。はい、じゃあ次どうぞ。はい。俺の台本に落書きしたやつ名乗り出なさい。これ誰ですかね。これは僕ですね。今回ですね、ここで喋ることの題材を書いたじゃないですか。書いてて、ちょっと忘れてる部分もあったんで、自分の台本引っ張り出してきたんですよ。で、1話目の台本の表紙見たら、デュラララじゃなくなってたんですよね。タイトルが変わっていた。タイトルがね、なんだっけ、ジョタタオになってて。小野さん、今日現物を。あるんですか、そこにあるんだけど、その台本あるどうしようかな。どうしようか。ちょっと見たいじゃないですか。ああ、いらっしゃいませ。弊社マネージャー。ありがとう。名乗らす大丈夫。いいんじゃないかな。急いでいてください。急ぎだから。カメラに向けて、どこカメラ寄ってください。やってください。ジョタタオ。しかも綺麗すごい綺麗ジョタタオ。ジョタタオだこれと。ジョタタオ。どんな作品なんだよ、これ。ジョタタオ、誰だおいっつう話ですよ、これ。誰だよ。誰なんですか。誰だ。これあれね、なんか並びでまあ座ってた時、はい小野さんがトイレ行った時かな。オールトイレってね、はトイレ行って戻ったらなってたんだけど、しばらく気づかなかったんだよね。しばらくね、こういうもんかなと思って。1話だからね。まだ1話だからね。新番組だし。オーディションからタイトル変わったのかなみたいなね。そう、よくある。急遽変更になったん綺ですか。麗なの。すんげえ綺麗なの。すごいね、これ。すごいっすね。見事だね、これ、ジョタタオ。で、小野さん的には、犯人はこの中にいると思ってる。犯人はね、この中にいる。おお誰だ気がする。じっちゃんの何かけでもこの中にいるの。いる気がすんだよね。あ違ってたらごめんなさいね。あ、なんか一人顔が。あれあれ今なんか、あれもしかしてもしかしてマモちゃん、あれこれ、マモ、でもね、これ、俺じゃないわ。おおってことはねえ、よく見てください、これ。これ、俺、全然見覚えあります。お前かー神谷さんだった。俺はその横で、ワクワク、ドキドキ。これ次どうするこれ、これ、とりあえず初め、デュタタタになったんだよ。最初そう、あ、どんどん変わってったんですね。デュタタタになって、あ、デュタタタになったと。あ、デュタタラになったのか。デュタタラになったデュタタラになって。でも全部何しようかっつって。じゃあ、おだ、おっつって。おにしようぜ。すっげえ綺麗に塗ってた。本当にね。やってた。やってた。二人ね、じゃあ。え二人ね。まあ、初めての共同作業的な。なんだ、いいように言うなよ。綺麗に言うなよ。なんだそれ。優しさですよ、もう。わかりました、じゃあ。でも全然気づかなかったからね、あなたね。そうっすね。先輩の優しさに気づいていない。気づいてなかった。本当に。ジョタタオ始まるのかと思った。おー、来たーっつって。この後すぐ、そうだ。ジョタタオ行くこの後すぐ言いづらいしね。わかりました。じゃあこれ大事に持っときます。そうだよ、でも、そんなことしちゃダメだからな、本当。気をつけろよな。本当だよ。では、続いてのアンケート結果いってみましょう。はい、行っちゃいましょう。はい。それでは、続いてのお題ですね。続いてのお題はこちらです。デュラララでお気に入りのシーンを教えてください。おー。ではまず、こちらの VTR をご覧ください。何をされても文句はねえよな。これ最高だよね。これなんでだろうね。なんで脱げちゃったんだろうね。わかんねえの。理由はない。暴力が服を着ているようしかもあいつブリーフ暴なんだね。力だけで生きているよういや彼そのものが暴力そんな男